どうもシャンです。今回はブリーズのハーバーの使い方紹介していこうと思います。ブリーズといえばバイパーがスモークとしては有名なんですけども、ハーバーも同じカーテン系というところで使いたい人がいるんじゃないかなと思って今回動画にしました。それにね、ハーバー全然バイパーと違って、解説動画上がってなかったので紹介しようかなっていうところがあります。僕自身はハーバーのこのブリーズが消える前からブリーズで出してたので、なのでそこそこいけるとは思ってます。なので今回も使っていこうと思ってますね。でハーバーね、バイパーと違って何がいいかっていうと、3つぐらいあって、1つはこの、ハイタイドですね。ハイタイドが設置型じゃなくて、自分で毎回出して使うので、なので、シフトするときに便利ですよね。一回 A で使っても、時間経過で返ってくるので、B 行ってももう一回使えるっていう。これがいいところ、一つ目。で、二つ目がこのカスケードですね。これがオペレーター対策として非常に優秀ですね。やっぱりこのブリーズというマップ、車線が結構長かったりするので、こうやって移動しながら前に進んでくれる壁は、オペレーター対策として非常に優秀です。最後3つ目がこの工具ですね。B サイトはいいんですけど、A サイト特にこのオープン設置しようと思うと、目抜きの車線がすごいやりやすくて簡単に目抜きされるんですよね。なので、工具で保険をかけて設置することができるのは、バイパーにはない大きなメリットだと思います。はい、ではまず A サイトからですね。A サイトまずカスケードこの手前に出すのがさっきやったんですけど強いです。この辺の角で止まるぐらいで、こんな感じで出してあげる。これに対してついていくと。すると開幕後の飛び出しっていうのを押さえながら進んでいくことができます。これ出したらね、ただ右側に敵入るの見れないんで、そこだけ注意して、これ出して進んでみてください。この辺で止まってるとですね、そのまま波が残ってれば、左のこのピラミッド裏と階段をクリアした後、瓦礫まで実はクリアできます。右側ね、車線切れてるので、こんな感じでパッパッとクリアすることもできちゃうので、一石二鳥なカスケードになってます。でここまで取れたら、A サイトは定番のカーテンですね。使い方としては、この瓦礫とこのピラミッドの中心を通るように、こんな感じで、中心にね、若干ついても大丈夫です。イメージとしてはそんな感じで、こんな感じで切ってください。ポイントとしては、ここに隠れる隙間がないことと、あと、ちゃんとね、このピラミッドのこの、ここからの車線っていうのが切れてるかどうかっていうのを重視してください。それができてれば、基本的には問題ないです。良くない例としては、例えばこんなことになっちゃうとね、これは隠れられないかな。隠れられますね。例えばこんな感じで敵が隠れられる、隠れることができるスペースがあったりとか、ピラミッドのこっち側から撃つ車線が作っちゃってるとか、こういうのが良くない例ですね。で、どうしても、例えばこの右側の車線が怖いっていうのであれば、こうやって、助けを出しながらこうやって進んでって、左右をクリアリングしていってもいいです。最後は、この辺の下の平べったいところにこうやって当てれば、簡単に工具展開できるので、これで設置するっていう感じ。この斜めのところに当てちゃうと、たまにすごい変な距離とかね、すごい遠くに跳ね返って、微妙にこれ設置できないとか、距離が足りないとかあるんで、この平べったいところに当てるのがおすすめです。はい、次にミッドですね。ミッドは、このカスケードを使って攻めていくっていうのが主流になってきます。使い方3つぐらいですかね。まず1つ目は開幕使うパターンですね。主に DD からの飛び出し、特にオペレーターの飛び出しが怖いなと感じるラウンドで使います。主にここの間で止めるものですね。この辺で止めるものです。ここで車線を切ってる間にミッドの手前を取ってしまおうっていう、そういうハイタイドですね。で今度 DD に流れたい、DD に行きたい時のハイタイドです。それはだいたい木の箱ですね。このぐらいでホームが右端になるような。先ほどもそうなんですけど、この辺にどうしても手動で止めなきゃいけないので、再発動ですね。基本的に左クリックで押して、もう一回 C ボタンで再発動でこんな感じで止めるっていう技術が
必要になってくるので、ここはちょっと練習をした方がいいんじゃないかなと思いますね。この止めるタイミングとかについては。で、こんな感じでここで止めれば、奥からの射線はこれで全部切れるので、先に DD 側をクリアリングして、次に左側をクリアリングするっていう感じで進めばいいと思います。これで DD 流れるって感じですね。でさらにもっとミッド奥まで取りに行きたいよっていう場合は、この辺からとかですね、ネストに向かって適当に波を流してあげると、こんな感じでネストを塞いでくれるので、その間にミッドを上がるっていうことも一応できるわけですね。早くただ顔を出しすぎると車線が残ってたりするので、こんな感じで、車線が残ってたりするので、そこは注意です。一応、右から出してもちょっと斜めっちゃいはするんですけど、問題はないですね。こんな感じでここの隙間が空くんですけど、ミッド、この辺ぐらいまで上がるっていう意味では問題はないです。で次にミッドから A 行くときですね、すごい安牌に行くんであれば、このピラミッドのところに向かって、こんな感じで使ってあげると、いい感じの中に入ります。代わりにこの A サイトの裏を取りに行くのが難しいんですけど、これのいいところは、このカーテンの階段の上から見えないんですよね。通るのが。これがいいところです。逆に、A サイト取りに行きたいときは、奥にしても、こんな感じのね、奥にするパターンでもいいんですけど、これだと、こんな感じでちょっと見えちゃいます。こんな感じでちょっと見えちゃいます。上が。なので、そこがリスクになるっていうのは分かった上で、これを、こっち側で使うんだったら上をちゃんと見て入るようにしてください。これね、動かして、この上に波乗せればいいんじゃないのって思ったかもしれないんですけど、これ上乗せてもちょっと見えちゃうんですよね、結局。右側は見えないですけど、この左、サイトの設置に入るところが見えちゃうので、結局はあんまり意味ないっていうところがあるので、わざわざこの、操作ミスっていうのを考えると無理して載せる必要はないです。はい、次に B サイトをですね、B サイトで使うカーテンは、バイパーのカーテンとほとんど同じですね。このウォールぐらいに向かって、こんな感じで、はい、やってあげるといいです。注意点としては、今は全然大丈夫なんですけど、ここに隠れられる場所を作らないことですね。例えばこれ今、エルボー側から出したんで起きてないんですけど、このメイン側から例えば、こんな感じで出してしまうと、ここにね、こうやって隠れれるポジションが生まれてしまうので、味方がそれ敵いないと思って、この辺に設置するときとか、あとは設置した後とかにここに敵残ってて、やられちゃうみたいなことが全然あるので、そこは注意してください。カーテン出すときなんですけど、エルボー側から出してあげると、エルボーを同時に塞ぐこともできるので、自分たちがもうこの後エルボー行かないんだよっていうのであれば、こっちの方が一石二鳥感はあります。一応こっちから出しても、ここをね、塞ぐことはできるので、その辺は好みではあるんですけど、どちらにせよ、エルボーから信号してくる敵をどっかで止めることができるっていうのは覚えておいてください。なので、この壁に張り付いて出すにはちょっと下がってね、出してみるとか、そういう工夫が必要かなっていうところと、さっきのここ、それこそ今もですね、何度もいいんですけど、このポジションこんな感じの隙間が出ないようにしてください。で、このカスケードの使い方ですね、これは入るときに使いますが、やっぱりオペレーターなどの長い車線に対してケアするために使います。なので、オペレーターがよくいるような、この右側の長い車線であるか、もしくはこの左側のこういった車線を潰すために使います。左側が怖いんだと思あれば、左に投げて、その間一緒に進んでいくってことですね。で、これ流しながら自分も進んでって止めるタイミングも操作するのは非常に難しいので、全然考えなくていいです。ある程度方角だけ決めて、重要なのはこう波を出したらちゃんと進むことですね。波が出終わってから進んでも意味がないので、出してる時に一緒に進んでいくっていうのが重要となります。最後にウルトですね。ウルトはもう A サイトも B サイトもすごい簡単に範囲になります、全部。なので、入る時に適当に使うだけでいいですね。
で一応補足なんですけど、ハーバーのウルトは、そのまま打つときと前に進みながら打つとき、下がりながら打つときで、ウルトの円が進んでいく速度っていうのが変わるので、B サイトのように最初からすっぽり入ってるんだったら、後ろ向きで打つとね、それがゆっくり進んでいくので、ずっと B サイト銃が範囲になってくれるっていう、そういう豆知識があります。A サイトもね、すごいすっぽり入るので、ウルトがすごい強力です。はい。で次、守りの話ですね。正直ハーバーは守りがちょっと難しいです。逆サイドにね、敵が来たときは、単純に寄ってってスキルを使うだけなんですけども、自分が守ってるサイトに敵が来るときっていうのがちょっと難しい。なぜかっていうと、どうしても設置型じゃなくて、自分がいるところからこのスキルを出さなきゃいけないので、自分がいるポジションっていうのが限られちゃいます。例えばこのピラミッド裏にいると、このカーテンがすごい使いにくいです、基本的に。特に右側にいるとこうやって一度右に回してから左にカーテンをやらないと切れないので、ちょっと操作が大変。プラスこっちの左遷をね、わざわざ自分で切っちゃいたりとか、あとそもそも自分がいる位置がこうやってバレるとかっていうのがあるので難しいです。ただ基本はこの横を切る、もしくはこの入り口を切るカーテンっていうのを意識してください。この裏から出すんであれば、多少雑になってもいいので、こんな感じですね。にやるしかないと思いますね。なので、これはちょっとめんどくさいし、難しいっていうのもあって、もっとおすすめなのは、この木箱あたりぐらいで守るっていうのですね。敵が来たら、まっすぐ投げるだけなので、これでいいので、これを使って耐える。で、これを使った後に、今度ピラミッド裏に移動して、打ち合いだったりとか、このカスケードを流して、で、この入り口へ止める。こんな感じですね。で、使い方をしていく。これがいいんじゃないかなと思います。で、工具なんかはね、無理に使わなくて、会場のシーンとかでもよく使うので、特に、ブリーズは、がね、メインに引いて会場都市を狙うみたいな展開も多いので、全然取っておいて、会場に取っておいてもいいです。で次にミッドですね。ただミッドは、ハーバーほとんど守らないです。なぜかというと、ミッドに言うと、この、態度が届かないんですよね。A にも B にも。B はここからだったら若干届くんですけど、ちょっと怪しいってところで、すごい不便なので、あまり、いかないです。ただ、A サイドの時はあんまり使わないんですけど、B サイドの時は、ここから、ここの木箱と真ん中の間に波を流すことで、左側の車線を全部切ってミッドに出ることができるので、エルボー上がりと、この中央ピラー、ここのポジションだけ注意して進めるっていうのがかなりいいところですね。敵が攻めオペレーターでここで置いてるとかよくあることなので、これを潰せるのは結構でかいんじゃないかなと思います。次 B サイトですね。B サイトは個人的にこの柱裏で守るか、本当にサイト奥ですね、バックで守ることが多いです。後ろ向きじゃないとこのカスケードがね、基本的に使えないんですよね。なので基本的にこの後ろ目で守って敵が来るときに流し止めるやったりとか、もう奥側のエリアを全部捨てて、こんな感じで手前をね、この辺は全部捨てて、サイトの中だけ守るよみたいなカーテンにするのもありですね。こんな感じで奥へ耐えるっていうので、ちょっと B サイトの方が守りにくいかなっていう印象はあります。でも B サイト、この飛んで守るのは実はギリギリありです。先ほども言ったように、このミッドにこのハイタイド流してちょっかいかけれるっていうのもそうですし、敵が B 来るときね、大体カーテンがさっき紹介したこれが来るんですけども、大体のキャラはこれされると B 中の進行を止めることができない。もしくは B 中に他に味方がいて、その味方を助けることができなかったりするんですけども、ハーバーであれば、この助けると一緒にこうやって出ることができるんですよね。でこの辺で止めてあげると、左のポジションにだけ集中して、このポジションを確保できる。っていうところで、敵自身もこれが出てくると、ここを突っ切っていきにくくなるわけですよね。それでつい反対側に
誘導されるみたいな感じがあって、自分もこっち側に入ることができれば、例えば台東区で守ってる味方は左から詰めてくる敵を無視というか気にしないでよくやって、右側だけ見ればよくなるので、味方が B 中にいるんであればこういうトンネルで守るっていう選択肢も結構ありです。ハイタイドを有効活用、動いて止めることができる壁っていうのをね、有効活用すれば味方の援護にも無理やり行くことができるというわけです。はい、ということで、以上がハーバーの使い方でした。やはり守りが難しいかなっていう印象ではあるんですけども、どちらにせよブリーズはリワーク祭だとはいえ未だ攻めマップだと思います。なので守りの使いやすさよりも攻めの使いやすさっていうのを重視してハーバーを採用していくっていうのは全然いいんじゃないかなと思いますし、今後ワイパーハーバーみたいな構成も多分全然出てくると思うので、そんな時に自分はハーバーやることになったっていう場合の参考になればなと思いますので、ぜひブリーズでハーバー使ってみてください。ではこの動画がいいと思いましたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。